31野望の結末。月が高校と照り渡る頃、イエスとシモンはエリコに向かって出発した。こんな穏やかな月光の下であっても、荒野の夜は恐怖に満ちていた。ジャッカルやハイエナがうろついており、周囲は不気味な陰影を映し出していた。そそり立つ崖の下では、今にも人間を押しつぶしてしまうような脅威に襲われた。イエスとシモンは、まるで暗い牢獄の中に閉じ込められているような気がして、心が沈んでいた。もうこれ以上進めないと知り、地上に横になった。飢え切ったハイエナがうろうろしていることを承知の上で、安らかな眠りについた。守護天使があらゆる危険から守っているように見えた。次の朝目が覚めると、身も心もすっかり爽やかになっていた。そこからエリコはそう遠くはなかった。エリコはちょうど窪地のど真ん中にあり、エメラルドのように美しい緑地帯であった。しかし周囲は茶褐色の砂漠に囲まれており、うっかりさまようものなら、渇きが高じて気が狂ってしまうほどであった。イエスはつぶやいていった。ここは実に不思議なところですね。でもエリコへ入れば天国ですよ。二人は山岳地帯から平地へ降りて行き、オレンジメロンを栽培しているところを歩いていった。途中で大きなシュロの木陰で休んだが、できるだけ急いで先に進んだ。エリコの町の中には熱心党の寄り合う家があった。それはザカリアという男の家である。二人はそこでローマの手先から逃れてきた者の情報を知り、久しぶりに食物にありついた。逃げてきた唯一の党員は、イスカリオテのユダであることを知った。彼は憎悪と怒りにたけり狂っていたそうである。目の前で狩猟の兄が殺されたからである。ユダは真夜中にやってきて3時間ほど眠ると、また出かけていったそうである。他の仲間にローマ軍の手入れがあることを知らせるためである。このようなことをザカリアは話してから、ユダは昼頃ここに戻ってくると言った。これを聞いたイエスは、すっくと立ち上がりシモンに言った。私の後についていらっしゃい。二人はその家の主人に別れを告げると、一気にシュロの木立のところへやってきた。そこは町から見えにくいところにあった。シュロの木立はヘロデ王の宮殿に近く、王宮の庭を囲むように茂っていた。真昼時であったので、王宮の者はみんな昼寝をしていて、そこには誰一人見当たらなかった。イエスはシモンに初めて自分の心を打ち明けた。イエスは人間が悪い夢を見ると、ろくでもないことばかりが起こり、苦しみ、殺人、暴力などの原因となることを多く語った。イエスは続けて言った。このような人間の哀れな生き様を見て、昔の預言者は次のようなことを言っております。空の空、すべて虚しい。ってね。ですから昨夜の出来事を見てつくづくと思いましたよ。なんといってもこの世からあのような悲劇をなくすためには、日頃から冷静を磨き、神の道を歩く努力をしなければならないんですよ。私はかって人里離れた山で暮らしながら、神の道を求めている預言者と話したことがあるのです。私も一人きりになって真理を見出したいのです。今はアサフの死によって深い悲しみに浸っています。正直に言って、彼は私の成長を妨げておりました。でも彼にとって私が言ったことは、命の糧になっていたのです。あんなに喜びの生活を送れるように導いても、一瞬にして暴力によって吹き飛んでしまうものですからね。私は本当にアサフのことを思うと、実に悲しくなります。そんなわけですから、もうあなたともここでお別れしましょう。私はもっと確実な答えを見出すために、遠い国に行かねばならないんです。シモンは大声で叫んだ。先生、私は地の果てまで、あなたの後に従っていきたいのです。それはいけません。ユダがあなたを必要としているのがよくわかっているからです。ここが本当の友情を示す時であると思います。考えてもごらんなさい。ユダのような誇り高い男が夢を破られ、形なしになってしまったではありませんか。みんな憎しみと欲望のなせる技なのです。シモンは言うことを聞かず、しつこくイエスに迫った。ついにイエスは命令するように厳格な態度をとったので、シモンも仕方なく引き下がったのである。二人はしばらく祈りをした後、シモンは言った。ザカリアの家に行くことにします。ユダに何か伝えることはありませんか。
そうそう、彼にこう伝えてください。人の子は命を滅ぼすためではなく、それを救うために来たのです、とね。それだけですか？それだけで十分ですとも。世の作られる初めの頃より、人はこれと正反対のことをやってきました。このことに気づくまでは、決して天の王国は人々の心に宿ることはないでしょう。残念ながら人々の心は目の前の欲と権力に目がくらみ、心配事で身動きができなくなっているのです。イエスはこう言ってからシモンに命令するように言った。昨日のことは誰にも言ってはなりません。この荒野で熱心党の者が集会を開き、イスカリオテのユダが権力に憧れていたために、罪のない者までも死なせてしまったことをね。ずっと後になって、この二人が、ユダとシモン、イエスの弟子となってからも、この約束はきちんと守られていたのである。シモンとユダは、このことで深く関わり合っていたのである。そんなわけで、イエスの他の10人の弟子たちは、このことについて全く知る由もなかった。海の道という荒野で、ローマ軍による虐殺があったこと、しかもイエスがイスラエルの王になり、ユダが総理大臣になるという大それた計画をユダが持っていたことを、イエス自身も、このことについては一言も触れなかった。ユダとシモンを怒らせたくなかったからである。事実イエスは、イスカリオテのユダを心底から救おうとして、それに成功したのである。しかし生涯の最後の一瞬に、ユダはサタンに襲われ、不幸な予言が的中してしまったのである。